どうも、ボタニカリスティクスです。今日もね、フィカス紹介やっていきたいと思います。今日はね、ドーン。これです。フィカス、ビアンディ。はい。でね、前回のね、小バンボ大樹と一緒なんですけど、なんかね、考察っていうほどではないかなっていうところでね、今回ね、フィカス紹介シリーズでお届けしますけど、ただね、一方でね、ちょっと内容はね、学術的な話になってきて、紹介というよりは考察っぽい話になっちゃうんだよね。ちょっとその考察シリーズにするほどのね、ボリュームかっていうところで、フィカス紹介。で、そのフィカス紹介もさ、なんか最近ちょっとニッチなの多いよね。小バンボ大樹とか、名前は有名だけど、意外と需要としては結構ニッチじゃない？ウィアンディとかも、ウィアンディもね、これ言ったらね、ちょっとレアなんですよ。なのでね、あんまりお店で見れない品種じゃないですか。まずさ、まずアルテシマとかティネケとか、そっち先にやんなよみたいな声もね、あったりするんですよ。別にないんだけど、自分の頭の中でね、そういうことを言う人がいるのね。なんだけど、ちょっとそういう意味で、考察っぽい感じの動画でもあるんだ。そうそう、アルテシマ、ティネケとか、先にやれっていう話もあるんだけど、長いことやりますから、ずっと。最初にね、普通なのやって、後でどんどんマニアックになっていくっていうよりは、満を持してね、アルテシマとかやりましょうよ。それでね、話は戻りまして、このね、ウィアンディなんだけど、去年のね、秋の終わり頃にね、尾崎フラワーパークでですね、三浦園芸さんがね、やってきてね、いろんな人がやってきて、そういう、珍奇植物展みたいな、そんなイベントというかね、三浦園芸さんがね、来てたんですよ。その三浦園芸さんの出展ブースで購入したんですよ。例によってね、だから別にね、フィカスの特集とかそういうわけではなかったんですけど、なのに、フィカスを探すっていう、ちょっと呆れた根性でですね、探したらね、やっぱあったんですよ。三浦さん直々にね、ちょっといろいろ教えていただいて、その際はありがとうございました。そんな話も含めてね、今日ちょっとこの後話そうと思ってるんですけど、ところでね、これ何だと思いますか？ずっとね、さっきからね、言わないでいたんだけど、要するに学名ですよ。いつもの。ボタニカリスティクスと言ったらね、もう学名の話ばっかりしてますからね。で、これね、ウィアンディって言われて、何それって思ったわけで、それで調べるわけよ。調べると、ミクロカルパとかが出てくるわけ。ガジュマル。で、俺パッと見てさ、これベンジャミンだよねって、思うんだよね。葉っぱとかね、見比べていくとね、ちょっと、そうね、あっちにもレジナルドいるし、ここにもね、スターライトいるんだけど、こうやって、葉っぱの形がさ、このスターライト、後ろのね、似てるよね。ガジュマルと、触った感じも全然違うんだよね。だからベンジャミンだなって思ったんだけど、調べるとさ、ミクロカルパとかガジュマルの仲間とか言ってるしさ、しまいにはさ、ベンジャミンに似ていますけど、みたいな書き方してるサイトもね、あったりするよね。だからさ、似てますけどってことは違うとこで言ってんのみたいな。さ、ひどいのに関してはベンガレンシス・ウィアンディとか言ってるとこもない？あれは無断転用系のね、悪質なね、サイトだと思うんですけどね。人のサイトをね、コピペして作ってるから変なことになっちゃってるっていうだけかな。で、それはいいや。で、例によって僕が取り上げるようなね、内容ですよ。あれがこれなんじゃないか、これはあれなんじゃないか、あれはこうって言われてるけど違うんじゃないかみたいな議論がね、ここでもね、ちっちゃいけどね、一つ起きますよね。ビアンディはガジュマルなのか、ベンジャミンなのか。ガジュマル、つまりミクロカルパなのか、ベンジャミナなのか、観葉植物やってる中でですね、答え出てない人たちもいると思うんで、それね、ある種、僕がね、言い切る男になりますよ。言い切りましょう。ベンジャミン。っていう感じですよ。ちゃんとね、米国のね、特許取ってますよ。で、オランダでね、これナターシャからね、の変異種としてね、登録されてます。フィカス・ベンジャミナ・ナターシャってあるでしょ？あるんですよ。で、そこからの変異種ということで登録されてますね。ちなみにそのナターシャは、あれですね、ベンジャミナ・エキゾチカから派生して、でそのナターシャのその下って感じです。エキゾチカの派生っていうと、日本ではないかな。リアンヌとか、
これもまあオランダだよね。あとはベルギーの方はレジナルド。で、デンマークには、ちょっとこれもね、馴染みないと思うんだけどね、クリスティーンとかクリスティーナとか、そういった品種があるんです。これみんなね、米国特許取ってますよ。ウィアンディに戻るけど、ウィアンディはナターシャね。で、エキゾチカ、ナターシャ、ウィアンディっていう感じ。でそう考えると、日本で見れるのは、まあ、レジナルド見れますよね。そのレジナルドはエキゾチカから、まあ、派生している。で、エキゾチカからナターシャ、ウィアンディだから、ウィアンディとこうレジナルドで考えると、まあ、このおじさんだよね。おじさん、おいっ子の関係、いう感じかな。まあね、ちょっとね、ガジュマル云々の話に戻るけど、そもそもそう、ベンジャミンってしだれガジュマルって言ったりするよね。だからなんつうの、ある意味近いっていうか、まあ見た目が近いっていうかね、まあルーツは全然違うけど、似てるみたいな、似ちゃってるみたいな、まあそういった混同はあるんだろうけど、まあただ、まあ見てください、これ。まあベンジャミンだよね。まあ、とにかくこの辺はね、そろそろ日本ではね、決着つけたいと思うんですよね。っていうのはね、あんまり気にする人がいないから、なんか適当になっちゃってる感じはするんだけど、だからまあ、考察動画でやるほどではないけどもっていうところでもあるんだけど、海外だともうすでに決着ついてるんですよ、これ。なんかその、IBC って、盆栽クラブっていうその SNS みたいなサイト、盆栽愛好家が集まるオンラインの集いがまああるんですよね。で、その中のね、スレでね、これ上がってるんですよね。なんかね、どなたかがね、これ、列通査って言われてもらったんだけど、これなんだろうみたいなことにね、海外のね、言い切る男がバチッとね、言ってくれてるんですよ。なんかね、そもそも列通査は間違えてミクロカルパなんだけど、さておき、これはね、ミクロカルパでもなくてね、ベンジャミンのビアンディですって、ドンピシャでパスッと言ってくれてる、スレがあるんでね、興味ある人はね、調べてみてくださいよ。そのどうしようかな、載せられるかな。スレッド載せてもいいのかなわかんないけど、ちょっと、でも調べてみてください。だから遅れないように、日本もちゃんと、ここでね、僕がね、言い切る男になりますよ。ベンジャミン。そうそう。ビアンディってね、何が特徴かってね、このね、幹なんだよね。盆栽って言うじゃん。このね、雲竜性っていうの。雲竜章か。雲竜章っていう。雲竜章ちょっとね、イントネーションわかんないんだけど、このなんかほら、幹がくねくねして、なんかこう、竜が天に昇っていく感じ、これ。はい。そういった品種なんですよ。これがね、ある種の変異として、ベンジャミンの変異としてね、あるわけ。そう。だからね、これ盆栽人気なんですよね。そうそう。で、これね、三浦園芸さん、これね、買うときにその三浦さんにもね、教えていただいたんですけど、折れやすいから気をつけてって。確かにね、その後ね、ウィアンディのね、ことを調べたりとかね、してるとね、やっぱね、折れやすいって結構言ってるね。だからなんか育て方ちょっと注意が必要だよなっていうこともね、一つちょっと知っとくといいと思いますね。はい。そんな感じどうでしょう。今日はフィカス・ウィアンディのお話です。ちょっとね、真面目な話が続いちゃったんで、ちょっと眠くなっちゃう人もいるかな。そしたら寝てください。今日はそんな感じで、はい。フィカス紹介。フィカス・ベンジャミナ・ウィアンディでした。今日は言い切りましたよ。紹介動画だけどね、考察動画じゃないけど、ちょっと紹介動画でちょっと気合い入れちゃいました。気合い？ただ喋ってただけですけどね。そんな感じで今日は、はい、この辺で。じゃあまた。